おはようございます。たかしです。本日は8月31日水曜日、ただいま7時47分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。昨日の冷やしは陰線となっております。ただ、その前の日の陽線をカバーしきれない陰線ですので、比較的上昇圧力が残っているのかなという風にも取れます。現在は方向感がありませんので、どちらに行くっていうのがすごくわかりにくいんですが、今はここ、冷やし単位でこういった三角持ち合いを作っているようにも感じます。ただ、基本的にはこの GMMA、に上値を抑えられて下落していくんじゃないのかなというふうには考えてますので、どちらに抜けるかと言われると下に抜ける方の可能性が高いとは考えているんですが、まだ GMMA も収束してますので上抜けする可能性も十分にありますので、その辺は注意が必要です。インディケーターは方向感がありませんが、ストキャスティクスは一応上を向いている。MACD も一応ですが上向きというところですね。現在はまずこの三角持ち合いをどちらに抜けるかを見てからトレードしてもいいのかなとは考えてます。この上抜けた場合はこの水色の平行チャンネルの上限がすぐ上にありますので、上抜けてもそこでこの平行チャンネル上限にぶつかって下落するということも考えられますので、この三角持ち合い上抜けた場合の上値は重いんじゃないのかなとは考えてます。でも下抜けたとしてもここ160円ぐらいが次の抵抗になってきますので、ポンド円にするとさほど大きな値幅にはならないですが、今は上抜けても下抜けてもすぐ抵抗がありますので、その辺が難しいところですね。ただ大きく見るとここずっと上値を切り下げてきてますので、おそらく下の方に行くんだろうというふうには見て取れます。で、下落のターゲットは一旦この白のボックスの下限の160円、そこを下抜けると、次はフィボナッチリトレースメントのこの 61.8% の赤いラインの158円付近と考えてます。ここにはちょうど週足単位のトレンドラインが走ってますので、この辺を目指して最終的には下落するんじゃないのかとは考えてますが、今はどちらに抜けるかをまず見届けたいですね。では4時間足です。ちょっとこの図を書き直してます。昨日まではここのアセンディングトライアングルみたいな形にしていたんですが、こっちの方が綺麗にラインが引けるなと思ったので、こちら三角持ち合いに変えてるんですが、今は三角持ち合い先端に来てかなり値幅が縮まってきている印象ですね。すごくやりにくいと思います。一応このラインに来たところでは、この上限ではショート、下限ではロングという形を取っていけば頭から取っていけるのかなという感じもしますが、今はそこがすごく難しいですよね。この斜めラインっていうのは綺麗に反応しませんので、こういったヒゲで、抜ける場合が多くなってますので、今は綺麗に反応しているようには見えるんですが、こういった騙しとかも結構ありますし、ポンド円に関してはこのヒゲだけでも結構な値幅になってきますので、なかなか難しいんじゃないのかなと。そして4時間足 GMM は完全に横ばいですよね。今はわからない。方向感が全くなし。そしてこの三角持ち合いの今真ん中付近にもありますので、さらにわかりにくいというところですね。ただストキャスティクスが今安値圏に来てます。で、昨日ここでデッドクロスして下落、そこからの下落でしたよね。一旦上昇したのでこれ4時間足単位で見てるとそうでもないんですが、1時間足単位で見ると結構な上昇をしてます。ですのでこの4時間足のストキャスティクスデッドクロスからの下落っていうのはなかなか難しかったんじゃないかなと思います。一旦下落したと見せかけてほぼほぼ全戻しをしてますので、結構ここのトレードは難しそうですね。ただここでの小さくダブルトップみたいなのを狙っての下落だったら取れたかもしれないですね。で、今は安値圏、そしてストキャスティクスも安値圏というところで、本日は一旦の反発の上昇が起こりそうには感じます。ただ、ここ、日足の GMMA で今、上値を抑えられて下落中なので、やはり上昇しても上値は重いだろうと思いますし、基本的には日足の GMMA に沿って動くと考えると、下抜ける可能性もありますので、ここからのロングもちょっと怖いところですね。今はこの白のゾーンの中に完全に入ってきてますので、この白のゾーンはレジサポゾーンです。なので、この辺っていうのはどちらに行くかっていうのが全く分かりにくいところですので、できればこのゾーンを下抜けてからとか上抜けてからのトレードをお勧めしたいんですが、今はもう三角持ち合いの先の方に来てますので、この上抜けても下抜けてもすぐにその抵抗が近づいてますので、かなり難しくなってますので、今は一旦様子見の方がいいと思います。もしトレードするなら昨日の高値付近に来たところでのショートエントリーかなとも思うんですけれども、今もうすでに三角持ち合いの先端の方に来てますので、次上昇してきた時
は上抜けの可能性もありますので、その辺は注意ですね。では1時間足です。1時間足ではこの白のボックスが機能しているのがわかりますね。何度もこの上値を止められてます。昨日も結局ここで上値を止められて下落というところでしたので、同じように先ほど4時間足で言いましたように、昨日の高値付近まで上昇してくれば、ここは売りポイントにはなってきますが、そろそろ三角持ち合いをどちらかに抜けてもおかしくない状態ではありますので、次上昇してきたところでの上抜けっていうのは気をつけておいた方がいいと思います。そして上抜けた場合なんですが、このすぐ上に平行チャンネル、この水色の平行チャンネルの上限がありますので、この赤の三角持ち合いを上抜けても、そこから買っていくのはちょっと怖いなとは考えてます。昨日の動画でもお話ししましたが、一応ここ今鍋底のような形で上昇中なんですが、すぐ上には日足の GMMA が通ってますし、この辺は上値が重くなってくると考えますので、上がってきたところでは売りポイントを探していく方がいいんじゃないかと見ております。現在ですと昨日の高値付近、そしてその上はこの緑丸がそれぞれしてますが、この辺が抵抗になって引っかかってくると思いますので、まずは 162.8 ぐらい、その上は 163.3 ぐらいというところを目安に売り場を探していく方がいいんじゃないかと考えてます。またロングをするのであれば、この三角持ち合い下限付近ですよね。この辺のトレンドラインが意識されてますので、その辺からのロングエントリーっていうのもありだと思いますが、基本的にはまだ下落する方が優位性があるのかなと思ってますので、ロングエントリーに関しては注意が必要です。そしてこの赤丸ですね、この直近の目立つこの安値がありますので、ここを下抜けてくるとそこからのショートエントリーっていうのも考えてもいいとは思いますが、今三角持ち合いのこれ下限を抜けることになるんですよね。この赤丸を下抜けると。そうすると三角持ち合いの下限までなので、この辺ですね、159.5 ぐらいまでは下げる可能性がありますので、その辺まで取っていくことも可能なのかなと思ってますが、まずはこの白のボックスの加減が意識されてくると思いますので、この赤丸を下抜けたとしても、白のボックスで戻される、騙しになって戻されるっていうことも考えられますので、その辺は注意してトレードする必要があります。基本的にはまだ方向感がありませんよね。上がったり下がったり上がったり下がったりっていうのを繰り返しているだけですので、ただ1日の中ではそこそこ方向感が出てますので、その買い足でトレードする分にはできそうというところで、5分とか15分足でトレンドが出てくればそのトレンドに乗っていくことも可能なんですが、今は三角持ち合いの先端に来てますので、個人的にはもう少し様子見してからでもいいのかなと思いますので、ちょっとポンド円はトレードを控えたいところですね。ただ上昇してきた時は売り場があると思います。下落してきた時はちょっと分かりにくいなというのが個人的な印象ですね。ですので本日も方向感が出るとは思えませんが、上昇してくれば売り場を探す、下落してくれば一旦様子見、そしてこの赤丸を抜けてくればそこからの戻しを待って、この赤のライン、三角持ち合いの加減でレジスタンスされるようなら、こういう動きを想定しての戻り売りっていうのを仕掛けていけるといいんじゃないでしょうか。ただこの白のボックス加減っていうのは過去2回反発してますので、おそらく意識されると思いますので、その辺付近での短めのロングっていうのもありだと思いますので、もしトレードするなら時間足を落として、この上位足では方向感がありませんが、1日の中でのこういった方向性を見てトレードしていくのがいいんじゃないでしょうか。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。